はい、こんにちは、あみです。今日はですね、プロクリエイトの使い方をやっていきます。で、今日作るものなんですけど、GIF のアニメーション動画っていうのをプロクリエイトで作っていきます。で、以前ですね、プロクリエイトのアップデートがあった時に GIF アニメーションが作れるよっていうことを紹介したんですけど、その時作ったやつがこれですね。で、こうやってレイヤーをこう一枚一枚分けて、そこにリンゴの絵をたくさん描くっていうのをやってたんですけど、これを書き出すとき、GIF で書き出すときは左上のアニメーション GIF っていうのがあるので、ここで書き出してあげると、こういう感じで、レイヤーをですね、一枚一枚つなげて、1個の動画にしてくれるっていう機能があるんですね。で、これを以前紹介しました。で、出来上がりがこんな感じになるんですけど、今回はですね、ちょっと応用編で動画を使った GIF アニメの作り方です。で、プロクリエイト新しくね、こう動画を読み込めるようにもなったんですね。なので、その動画を使いながらそこにイラストを描いて GIF アニメーションを作るっていうのをやってみたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。で、今回使う動画なんですけど、今回はこれを使っていきます。で、これはね、昔ドイツのベルリンに遊びに行った時に、クリスマスマーケットっていうのがやってたんですけど、そこのショーケースに飾られてた動く人形たちです。で、これを使ってちょっとやっていきたいんですけど、ちょっと一回流してみますね。めっちゃ上手に弾くやん。上手やな。後ろポンプポンプしてる。かわいい。はい、こんな感じの動画ですね。これね、2014年に撮ったやつなんですけど、今から5年前ですね。20歳の時に撮った動画かななんですけど、めっちゃ可愛くてこうね、見返してて、これでなんかやりたいと思ったので、今日はね、これを使って GIF アニメーションを作っていきます。でですね、基本的なこのプロクリエイトに動画を読み込む方法なんですけど、普通にこうやってスプリットビューでプロクリエイト左に開いて、ここにこの一覧のページ、カテゴリーのページにこの動画を投げ込んであげるだけで読み込むことができます。で、これで読み込めるんですけど、ちょっと今の時点でこう尺が長すぎるので、これをね、トリミングして、先にトリミングします。じゃないとすごいフレームの数になっちゃうので、これをね、だいたい1秒ぐらいにトリミングします。で、どこのシーンでもね、すごい可愛いんですけど、今日使うのは、この手前の4つのぬいぐるみがウェーブしてるところ、ここかな？ここをもう1秒でいいです、1秒。1秒取るだけで十分使えるので、で、このデフォルトの写真アプリのトリミングの最小の値が1秒ですね。これ以上は切り取れないので、1秒を切り取ったら完了ボタンで新規クリップとして保存を押します。で、トリミングしたやつがこんな感じです。すごい一瞬ですけど、これで大丈夫です。で、この状態でプロクリエイトに読み込んでいきます。左にプロクリエイト立ち上げて、この一覧のページの状態で、ドラッグ&ドロップで投げ込んであげる。そしたらね、もうこうやって読み込まれます。
で、この状態で今レイヤーがどうなってるかっていうのを見ると、こんな感じでね、たくさんレイヤーが並んでます。で、これは、1フレームずつ、切り取られて並んでいて、今1秒でトリミングした動画が14個のレイヤーに分けられています。こんな感じですね。で、こっから表示非表示で切り替えて、書いていくんですけど、もしですね、この狙ったレイヤーだけを表示させたいっていう場合は、狙ったレイヤーのチェックボタンのところを長押ししてあげると、そこだけ表示されるような感じになります。これ使えるので、これをやりながら書いていきます。で、まずですね、一番下のレイヤー1のところを表示させて、ここから書いていくんですけど、ちょっとその前にやってほしいことがトリミングですね。トリミングを先にやってしまいます。左上のギアマークのところからキャンバスで一番上、クロップしてサイズ変更っていうのがあるので、ここから、正方形にしてあげます。自負アニメとかだとね、多分 SNS とかに上げる用途の方が多いと思うんで、その時は正方形にしてあげた方が使い勝手がいいと思いますね。なので、ここで、正方形に、今下にね、数字が出てるので、そこを見ながらトリミングしてます。で、トリミングができたら、次絵を描いていくんですけど、まずレイヤー1ですね。一番下のレイヤー1を表示させて、ここに絵を描いていきます。で、今回使うブラシなんですけど、ブラシの輝度っていうフォルダの中にある、微光かな？微光、下から2番目。これを使っていきます。で、これ今使ってるブラシは、ライトペンっていうブラシです。さっきの輝度フォルダの中にある、ライトペンですね。で、これはね、こう書いたら光彩がこう放たれるようなペンです。で、これでキラキラ星をね、描いていって、このウェーブしてる人形がジャンプしてるところにこうね、光がポンって放たれるような表現にしたいんですよ。わかるかな？なので、こんな感じでね、どんどん一枚一枚、絵を追加していきます。で、こんな感じでざっくり完成になります。今ね、レイヤーがどんな風になってるかというと、ちょっと一番下から見ていきますね。で、こんな感じで、このジャンプしてる人形の上にライトを描いてるっていう、ただそれだけですね。まあこれ1秒しか尺ないんで、あんまりね、複雑にしない方がいいと思いますよ。シンプルな方が可愛いと思います。
で、最後ね、書き出すときなんですけど、左上のギアマークのところからアニメーション自負っていう項目が下から3番目にあるので、ここを押してください。で、こうしたらね、ポップアップ出てくるので、このフレームっていうところは、この自負の速さですね、だいたい10ぐらいで設定して書き出していきます。で、解像度も選べるので、ここ私は高解像度の方ですね、フル解像度で書き出していきます。で、画像保存。押したら、写真フォルダの中に入ってます。こんな感じ。かわいいですよね。どうかな。はい。で、これね、自負アニメっていうのは勝手にループしてくれる機能があるので、ループ設定とかはしなくても勝手にこうやってね、連続で再生してくれます。で、これね、すごい楽しいんですけど、結構作るの難しいです。なので皆さんもぜひチャレンジしてみてください。コツはね、短くトリミングすることと、シンプルにすることです。はい。ということで、ぜひ楽しんでみてください。ではですね、今日は以上にしたいと思います。また、プロクリエイトの使い方紹介していくので、あとですね、再生リストにもプロクリエイトっていう欄があるので、もっと勉強したい人は、そのプロクリエイトの再生リストから見ていただいてもいいかなと思います。はい。ということで、今日はご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。